今回は瞬間カラーパテを使ってフレッシュ肌に近い色を作ってみたいと思います。今回も使用するのはガイアノーツさんの瞬間カラーパテです。色はフレッシュレッド、イエローを使ってちょっとくすんだ色を出すのにブルーを少し混ぜるかもしれません。朝食するときに使うパレットはもう何でもいいと思うんですけども、私はヘッドのケースの透明な部分の裏に厚紙貼ってですね、作りました。前回テストした時はフレッシュそのままの色だとちょっと色が薄かったんですね。色を近づけるのにこのレッドとかイエローとかを混ぜた方がいいと思うんですけども、本当はこんな配分でやればバッチリフレッシュの肌の色になりますよっていうのを作りたかったんですけど、なかなかですねその分量が難しくてちょっとやりながらになるんですけど、色を近づけてみたいと思います。ではですね、まずフレッシュをちょっと出します。このままだと色が薄いので、レッドとイエローですね、出して、でここにですねもう一個余分にフレッシュを出しておきます。でどう混ぜるかというと、一回ですねここのレッドをですねちょっと混ぜときます。こういう感じで。イエローも同じようにこっちで混ぜときます。でなんでかっていうと、この赤と黄色をそのままのせるとですねかなり濃いので色がすぐ濃くなっちゃうんで、ここに薄めのものを用意してこれを混ぜるようにするとですね、いきなり濃くなってやり直しっていうのが少なくなります。で本当にごく少量ずつ試していった方がいいんですけど、フレッシュの色は色が薄いのでオレンジを混ぜていくっていう感じなんですよね。でオレンジを作るのは赤と黄色を混ぜていけばいいんですけど、それなのでこれ2つずつですね。今かなり適当で配分もちょっと微妙なんですけど、こんな感じ。こんな感じってもちょっと見づらいんですよね。結構いい感じなんですけど、パッと見はちょっと薄いかなっていう感じのいい色なんですけど、硬化スプレーで固めると少し薄くなるんですよね。なぜかは理由わかんないんですけど、こんな感じ。あんまり一発で成功しちゃうと動画にならないので、こんな感じですね。ちょっとこれでですね、硬化促進剤を吹いてみます。これ今固まって少し白くなったんですけど、固まる前をですね、のせて、ちょっと色の違いっていうのを比べてみたいと思います。色分かりますか？ちょっとだけ色違うんですよ。こっちは今、固まる前のパテですね。で、こっちの左側が固まった方。少しですね、明るくなるので、ちょっと濃いめの方がいいんですけど、ここのですね微妙なさじ加減が難しくて、結構テストでやり直してたんですけど、境目がなくなるようなオレンジの色にするっていうのがなかなかもって難しい。もうちょっと、もう少しだけですね、本当に少しでいいんですよ。こんな感じで、ちょっと乗ってみましょうか。
テストでこうやってた時に、硬化促進剤を吹いたところにこうやってパテを塗るとですね、硬化促進剤が肌についてるので、このまま自然と固まるんですね。固まりづらければまたスプレー吹けばいいんですけど、ちょっと吹いていきます。分かりにくいかもしれないんですけども、こっから右が濃くする前、こっから左が濃くした方なんで、少しですね、良くなってきますね。これを繰り返していくと、だんだん色が近づくんですけども、このヘッドはですね、ちょっとだけくすんで見えます。で、このパテは純粋にこう、色が綺麗なので、そのくすんでる部分と、このくすんでない部分の色の差っていうのが、なんか気になるんですね。で、これを埋めるのが、この青なんですけど、これもですね、すごいごく少量なんですよ、入れるの。ほとんど入れなくてもいいんですけど、もしこれ青をですね、混ぜるとしたら、爪楊枝のほんと先ぐらい、こんな、見えます？これぐらいをちょいと混ぜてあげる。これをですね、ちょいと混ぜてあげると、ちょっとだけくすみが出るんで、ほんともうこれだけ。これ以上入れると、もう色が濃くなっちゃうっていうか、これでも入れすぎかもしれないですね。じゃあこれをですね、これをまぶたの右側にちょっと持っていきますね。後でセミホアの動画も作ろうと思うんですけど、セミホアもちょっと、ほんのちょっとだけブルーを入れた方が、色が、同じような感じの色合いになるんで。こんな感じで、また硬化促進剤を吹いていきます。ちょっとアップにしてみました。これが青を入れない方。これが青を入れた方ですね。で、なぜか青を入れた方が少し白くなってますね。これから辺が微妙によくわかんないんですけど、ただ青を入れた方が肌の色の方が近いかなって思うんですね。ただ薄いのでもう少しオレンジっぽくした方がいいかなと思うので、ここのこういう調節がですね、なかなかもって難しくて。じゃあもう一丁ですね、これにオレンジを濃くするために赤と黄色をちょっと追加して、どうしようかな。じゃあ分かりやすいようにこの上に塗っちゃいますね。こちらちょっと調色失敗ですね。やっぱり青が多すぎな気がします。この色に青を入れるとなんで白っぽくなるのかっていうのが微妙にわかんないんですけど、もう一度ですね、肌色を作り直してこっちで試してみたいと思います。で、これはフレッシュにこの赤と黄色を適当に混ぜたものですね。だいたい1対1を何回か混ぜて、ここら辺でちょっと色のテストをしてみました。じゃあもう一回ですね、やってみます。少しここに持って色のテストをちょっとしてみます。なんでアイホールのところでテストするかっていうと、アイホールの部分とここのテストする部分に色の差があったら、合わせてもですね、ちょっと違っちゃうんで、わざとアイホールの部分でテストをしています。こんな感じ。今は色合い的にいい感じに見えるんですけど、硬化スプレーを吹くとちょっと色味が変わるので、もう一回やってみますね。
やっぱりこれ吹いた状態なんですけども、やはり少し綺麗に色がなっちゃうんで、もう少し頑張って濃くしてみます。じゃあこれでまた吹いてみます。これ吹いた感じですね。やっぱり明るいんですよね。なのでこれに本当に少量の青、まぶたの横に比べられるように持ってみます。あまり差がないように見えるんですけど、太陽光ってすごいですよね。全然この色がですね、全然違う風に見えるので、色を確認するんだったら太陽に当てて色を見た方がいいと思います。ちょっとこのぐらいでもう一回拭いていきます。こんな感じですね。やっぱり青を拭くと少しくすんだ感じになるんで、肌の色に近づいてきますよね。大体こんな感じでいいですかね。これを突き詰めるとキリがないので、ちょっとですね、これをもう少し持ってヤスリがけをしてちょっとなだらかにした時にどうなるのかっていうのを見てみようと思うので、少々お待ちください。私は主にこのルーターを使ってですね、削ってます。これで表面をなだらかにしてみたいと思います。表面処理はちょっと甘いんですけども、4箇所持ってるんで、どこら辺の角度が見やすいかなと。どこも見え方は一緒ですね。直視するとやっぱりちょっと違うので、一つ一つ確認しようと思うんですけど、この部分はフレッシュとオレンジとイエローだけを混ぜたもの。混ぜたものに青をちょっと入れすぎたものですね。青を入れる前は肌よりちょっと綺麗な感じで、色はすごく近いですね。で、青を入れたらくすみっぽいのが似てるんですけど、ちょっとですね、なぜかわからないんですけども、色が白っぽくなってですね、肌の色が合わない感じがします。このところより濃いめにした感じですね。やっぱり色が濃くなってます。濃くなってるのに青を入れた感じがこれですね。青を入れたんですけど、青を入れる量が少ないのか、ピンクっぽいのが残ってるので、なかなかやっぱり難しいですね。本当はちょっとこういう測りを買ってですね、何対何対何で入れたら完璧ですよっていうのをやろうと思ったんですけど、入れる分量があまりにも少なすぎて、ちょっとこれじゃですね、用をなさなかったんで、そこはお伝えできないのが非常に残念なんですけど、今の結論としては普通のフレッシュをそのまま使うよりレッド、イエローを入れた方がフレッシュな肌に近い色が作れるっていうのは分かったので、フレッシュヘッドをこのパテ盛りしたい人はもうほぼこのレッド、イエローっていうのは必須じゃないかなと思います。ブルーを入れると調色が難しくなるので、本当に研究したいっていう方はブルーを入れて、肌合うかっていうのをやられた方がいいかなと思うんですが、これ一番最初のがなんか一番綺麗かなって思いました。いつもそうかもしれないんですけども、今回もバチッと決まる動画にならなくて大変申し訳ございませんでした。ただ、フレッシュ肌に近づけることはできるので、またですね、配分研究したり、こんな配分だったら、できたよっていうのをコメントいただければですね、それを展開することができますので、また次お楽しみにいただければと思います。次の動画はですね、セミフォアをやってみようと思いますので、青を使って難しいんですけど、セミフォアに近づけるっていうのをやってみたいので、ご期待いただければと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。